どうも、ペクトマです。α6400 の故障があったりといろいろありまして、すっかり久しぶりになってしまったんですが、今日は iPad のイラスト企画をやっていきます。実はこれ、イラスト練習を始める前の時に描いたイラストなんですけど、イラスト練習を8ヶ月してからのイラストと比べると、結構差があると思いませんか？で、イラスト練習をやる前のイラストの時って考えてみたら全然下書きとかもやってなかったし、一発書きで結構ザザーっと勢いで描いてたんですね。で、イラスト練習をしてからのイラストっていうのは、下書きも何回も何回も重ねながら作ったんですけど、こんな感じで作り込みのやり方がだいぶ変わってきたなと思いまして、自分が8ヶ月間練習する中で習得したちょっと裏技というか、っていうところを今日はご紹介したいと思います。イラストを一日でも早く上手に描けるようになりたいと思っている方のために、もしかしたらずるいと思われちゃうかもしれない裏技テクニック5つをご紹介します。使うアプリはみんな大好き、プロクリエイトです。では早速行ってみよう。いやー、この感じ久しぶりですね。早速やっていきます。まずはプロクリエイトを立ち上げます。右上のプラスボタンをタップします。キャンバスのサイズ何でもいいんですけど、私は結構スクエアが好きなので、スクエアを選びます。今日は実際に描きながらいろいろなテクニックをご紹介しちゃいます。早速下書きから入るので、ペンの色は水色を選択します。で、使うペンなんですけど、スケッチの中にある鉛筆 6B を選びます。では早速描いていきます。まずは1回目の下書きなので、すごい雑にざっくりと描いていきます。で、1回目の下書きの時は私結構こんな感じで雑にいっぱい線を引いちゃってます。で、あまりにもこの辺の線いらないなと思った時は、消しゴムで消して、で、また書き直してっていった感じで仕上げていきます。では引き続きどんどん描いていきます。ではここで1個目の裏技テクニックをご紹介します。この魔法のステッキみたいなマークをタップします。で、その調整の中にある歪みツールを起動させます。で、この状態で絵にちょっと触れてみると、わかりますかね？こんな感じで線を歪ませることができちゃうんです。なので、今のこの下書きの段階で、ちょっとここバランス悪いなって思うところがあったとしたら、こんな感じで、ちょっと、よいしょ、やりすぎちゃうと良くないんですけど、ちょっとの調整であれば、簡単にできます。もうね、ちょっと顔を歪んでいるよなとか、ちょっと頭大きすぎるよなみたいなのを今の段階で調整をかけちゃいます。後から変えるのは大変なので、早め早めに直してあげると、後々いい感じに仕上がります。私結構頭大きく描いちゃう癖があるので、要注意ですね。こんな感じ？さっきより美人さんになったかと思います。では引き続き描いていきます。ではここで2つ目の裏技テクニック登場です。絵を描いていて、右目はうまく描けるんだけど、左目はうまく描けない。もしくはちょっと左目を描いた時にバランスが悪くなってしまう。
という方いらっしゃるんじゃないでしょうか。特に正面のイラストってなかなかその辺が難しいんですよね。というわけで、これからご紹介する裏技、もしかしたらあまりよく思わない方もいるかもしれません。で、私自身もあまり使わないようにはしてるんですけど、どうしてもうまく描けないなという時は、デジタルイラストならではのこの裏技を使ってみてもいいんじゃないかと私は思っておりますのでご紹介します。まず矢印の横にあるこの縄みたいなマークをタップします。で、右目を選択します。で、3本の指で下に3本の指で下にスライドさせます。そうするとこんな感じのメニューが出てきます。この中からコピー&ペーストというものを選んでください。そうするとこの右目のコピーが今出来上がりましたので、この状態で別のところをタッチして移動させると、この通り同じ右目が2つ出来上がりました。でもこのままだと目反対になっちゃってますよね。なので下のメニューから左右反転というものをタップしてください。そうするとどうでしょう。こんな感じで目が仕上がりました。とはいえ今の状態だと黒目の部分がガチャガチャになってしまっているので、黒目を削除してよいしょ。黒目の部分はいい感じに描き直してください。ただこれで仕上げることによって左右の目のバランスが統一して描くことができるので、もしよかったら活用してみてください。で、コピーした目はこんな感じでレイヤーが分かれておりますので、レイヤーをタップして下へ結合を選びます。そうすると一つのレイヤーにまとまるので、この状態で描き進めてください。ここまで描けたら3つ目のテクニックを発動しちゃいます。今この絵だいぶ顔のパーツも仕上がってきたんですけど、ちょっと目が大きすぎるなっていうのが気になってます。そんな時はまた矢印の横にあるマークをタップしてください。で、この状態で目を囲ってあげます。で、隣にある矢印ボタンをタップすると、この通り拡大縮小できるようになります。なのでちょうどいいなと思う目のサイズに変更して位置を調整してあげてください。反対の目もやっていきます。下書きの段階で顔のバランスの違和感をなくしてあげると絵の仕上がりが良くなるので、慣れないうちはこんな感じで何回も調整してやっていくといいかと思います。ではいよいよ本番書きに移ります。ペンの色を黒など自分の好きな色を選んでください。私はちょっとグレーがかった色で書くのが好きなのでグレーを選びます。本番書き用のレイヤーを追加します。で、下書きの上から書いていくので分かりやすいように下書きを書いたレイヤーの N ボタンをタップして不透明度を下げてあげてください。で、この状態で上から本番書きしていきます。で、本番書き用のペンなんですけど、私はインキングの中のスタジオペンというものを今回は使います。このペンが力を入れた部分と入れない部分の差をすごいはっきりと出しやすいペンになってます。
本番書きできました。そしたら下書きのレイヤーを非表示にします。そうするとこんな感じに仕上がりました。それではここで4つ目の裏技テクニックをご紹介します。何度も違和感がなくなるまでやり直せるところもデジタルイラストの良さだと思います。今のこの本番書きの状態、ちょっと直したいなと思うところはあるんですけど、この絵はこの絵で残しながら調整したバージョンも作りたい。そんな時に使えるのがこちらの機能です。この本番書きのレイヤーをスライドさせて複製します。で、複製したレイヤーを微調整していきます。今まで登場してきた歪みの機能だったり、いろんな機能を活用して自分が納得いくまで描いていきます。で、なぜ複製したかっていうと、やっぱり1回目の本番書きで十分だったなとなった時にすぐに戻せるように残してます。こうやって何度もやり直したり練習ができるところもデジタルイラストの良さだと私は思ってます。はい、こんな感じでしょうか。ではちょっと比べてみましょう。これが1回目の本番書き。続いてこちらが2回目の本番書き。ちょっと頭の形あたりを調整してみました。さらに微調整を重ねてこれで仕上げていこうと思います。それでは最後に色を塗っていきます。色を塗るときなんですけど、この本番の線の下に新しくレイヤーを追加してください。本番の線を描いたレイヤーをタップしまして、基準を選択します。この基準というものを選んだ状態だと、この線を元に色を塗ることができるので、例えばレイヤーを非表示にした状態で色を塗っていくと、こんな感じでちゃんと枠内に収まるように色を塗ることができます。こちらの機能を活用して塗っていきます。はい、ここで5つ目、最後の裏技テクニックです。今、髪色を塗ったレイヤーなんですけど、ちょっとこの色違うなと思った場合、調整ボタンをタップしまして、その中から色相サイド明るさを選びます。そうするとこんな感じで色相とサイドと明るさのバーが出てくるので、ここでこんな感じで簡単に髪色を変更することができちゃいます。なのである程度色を塗り終わってからやっぱりバランスちょっと違うなと思った時にもこうやって簡単に色を変えることができるのでとっても便利です。で、この後から色を調整する機能を使うためにパーツごとにレイヤーを分けてあげるととっても便利です。例えば髪を塗ったレイヤーの下に肌色を塗るレイヤーを追加します。こんな感じで細かく分けることによって先ほどの後から色を変更するのがとっても楽になるので、ぜひそのあたりも活用してみてください。で、この線を基準にしている状態だとどんなに色を塗る枠を作ったとしても意味がなくなってしまうので、こんな感じで他の枠内に色を塗りたい時には一旦基準を解除させてから塗るようにしてあげてください。
はい、こんな感じでプロクリエイトには便利な機能がたくさんあるので、部分部分で活用しながら楽しくお絵かきをしてみてください。いかがでしたか？多用のしすぎには注意かもしれないんですけど、デジタルイラストならではの機能をふんだんに使って上手に絵を描けるのであれば、私はすごいそれはいいんじゃないかなと思う派なので、ぜひこんな機能もあるんだなということを頭にインプットしていただいて、で、必要に応じてこんな便利な機能も活用しながらイラストを楽しんでみてください。今日の動画が役に立ったなと思ってもらえましたら、グッドボタンを、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、ぷくともでした。バイバーイ。